はいはいこんにちは、みずきです。皆さん元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、今日はしろちゃんと一緒に話していきたいと思います。はい、今日はですね、ポッドキャストになりますので、私が一人でとにかく話している動画になります。はい。はい。最近ですね、ちょっとアンケートを取りました。皆さんに、YouTube でもっとポッドキャストを見たいか、それとも会話の動画を見たいか、それとも他の、単語の勉強とか、そういうのを見たいか、あと、もし他に何かリクエストがあったらコメントしてくださいねっていうアンケートを取らせていただきました。はい。で、なんで撮ったかと言いますと、ちょっといろいろね、何個も動画やってると、どうしようかな、何喋ろうかな、本当にこれ皆さん聞きたいかなみたいな、いろいろ考えるタイミングがあってですね、で、ちょっとアンケートを取らせていただきました。はい。みずきです。チャンネル登録お願いします。で、あともう一つありまして、これ皆さんに言っていいのか私わかんないんですけど、to be honest ということで、私は素直に正直に生きていきたいので言おうかなと思います。はい。で、この YouTube ね、私も自分のスマホとか、iPad とかで見ると、たまにね、広告 CM 入ってたりするんですけど、まだですね、このチャンネル実は収益化はできてないんですよ。はい。ね。なんで広告が入ってるのかわかんないんですけど、はい。で、収益化するためには条件がありまして、で、なんだっけな、一つがチャンネル登録者1000人以上。これね、本当にありがたいことに皆さんのおかげで、1500人ぐらい達成してますので、これ OK です。はい、OK です。でも、もう一個ありまして、で、いろいろ段階があるんですけど、ステップ1、まず、年間再生数、1年間での再生数が、合計で3000時間いってください。はい。で、ステップ2、こっち行くと、CM からの収入とかできるようになるんですけど、ステップ2、4000時間達成してください。1年でね。っていうのがあって、で、そっちがね、私まだ達成できてないので、収益化できてないんですよね。はい。で、収益化したいなって思ってるんですよ。なんでかと言いますと、商品紹介とかやりたいんですよ、私ね。はい。例えば、日本の、ドンキとか、有名な大きいスーパーとかで、たくさん買ってきて、こういうのありますよ。これ美味しいんですよ。やりたいんですよ。はい。で、そのためにはね、結構お金必要じゃないですか。はい。で、全然ね、自分のお金出していいんですけど、できれば皆さんが YouTube 見てくださって、で、そのおかげで、ちょっとだけ広告収入が入って、で、そのお金を使って、商品を買ってきて、それを紹介して、皆さんとお話しするみたいな。そういうのができたらすごいハッピーだな、幸せだなって思っていたんですよね。はい。で、じゃあ皆さんどういうのが見たいんだろう、どういうのだったら見てくれるんだろうって思って、この前そのアンケートを取ったんですよ。はい。ね、こういう話を話していいのか、聞きたくないよっていう人もいるかもしれないし、わかんないんですけど、ね、さっきも言ったんですけど、正直に話して生きていきたいので、話しました。はい。あんまり聞きたくないっていう方いたらごめんなさい。はい。で、そんな感じですね。で、そしたらコメントをくださった方ありがとうございました。もうちょっと長い動画見たいですって言ってくださった方がいて、本当に嬉しかったです。最近ね、YouTube ショートとか、あと TikTok の短い動画とか、結構ね、人気だったりするので、短い動画の方が好きだったりするのかなって思って、日本語ショートとか、短い動画出してたりしたんですけど、で、意外と長い動画見たいよっていう方もいらっしゃって、ああ、そうなんだと思って。ね。
なのでちょっと長めに撮ってみようかなって思っております。はい。いつも10分とかなんですけど、もうちょっとそれを長く話してみようかなって思ってます。はい。なんかさっきからずっと気になるんですけど、今日なんかすごい T シャツシワシワで、ごめんなさいね、こんなんで。着替えなさいよっていう感じなんですけど、ちょっとこのまま行かせていただきます。はい。今日はシワシワデーです。ごめんなさい。はい。そんな感じですね。うん。でもなんか嬉しいなって思って、結構なんでしょう、なんでもないトピック、なんでもないって言ったらあれですけど、例えば好きな飲み物についてとか、好きな食べ物についてとか、日本の秋についてとか、最近買ったものについてとか、すごい小さいトピックで私深く深く話して長く話すの大好きなんで、それすごい嬉しいなって思いました。はいね。まあ、ただ中身がないことをダラダラ喋っているっていう動画にはならないように気をつけようかなって思っております。はい。で、あとそう最近思ってたのが動画ですね。やっぱり立ってポってスマホの録画ビデオスタートって押すとですね、なんかやっぱスイッチオンになっちゃって、結構張り切ってテンション上げて喋っちゃうんですけど、ポッドキャストってやっぱりなんだろうな、寝る前に見る方もいらっしゃったりとかすると思うので、もうちょっとなんか落ち着いたトーンで話してもいいのかな、もうちょっといつもの自分に近い感じで話してもいいのかなって思って、今日はこの子と共にちょっとゆっくりリラックスして話してみようかなって思ってます。はい。なのでもしかしたらちょっといつもより動画が近いかもしれない。私がなんかすごい画面に近いかもしれないんですけど、そうちょっとまだマイク買ってなくて、落ち着いたトーンで喋ろうってなると近づかないといけないんでそんな感じになっております。はい、すいません。うん。で、一体今日何の動画なんだっていう話じゃないですか。まあ、今日は長く話してみようっていう動画です。はい。一応話したいことあるんですけど、あと2つぐらい話したいことがあって、なので、なんだろうな、まとめると、日常でこんなことあったよ。ちょっと皆さん聞いてね、ポッドキャストです。なんだそれって感じですけど、はい、お付き合いいただけたら嬉しいなと思います。はい。で、話したいこと2つ目がこれです。昨日アウトレット行ってきたんですよ。なんだろう、ちょっと安い服売ってたりとか、いろんなブランドのお店がその敷地にねたくさんあったりとかして、そういうアウトレットあるんですけど、長島っていう場所のアウトレット行きました。でそこでこれ買いました。でれーん、見えますかね。これはアディダスですね。アディダス。はい。で私アディダス結構好きで、このなんだろうな、この線はね全部アディダス入ってるんですけど、ちょっとデニムっぽい見た目、デニムジーンズっぽい見た目のこの子を発見して、かわいいってなってこれ買っちゃいました。はい。でもね、聞いてください。これ3500円だったんですよ。安くないですか？そう、アウトレットのお店にあって、でさらにその表示価格から 30% オフですみたいな。でこれ3500円だったんですよ。そうで、やっと日本秋になってきて、やっとちょっとずつ涼しくなってきたんで、この長袖着れるんじゃないかなと思って、これは買うしかないと思って買っちゃいました。はいはい。なのでそのうちもうちょっとね、もうちょっと涼しくなったらこれ着て動画撮ってるかなと思います。はい。で結構喋ってるな。9分ぐらい雑談してますね今。うん。で本当今日一番話したかったことがあって、最後に話すんですけど、それが飲み物についてです。飲み物について一体何話したいのっていう感じだと思うんですけど、私の今までの飲み物事情、飲み物人生について話したいなと思います。でも主に話したいことは3つかな。うん。いや、ざっくりすごく大きく分けると2つです。1つは水大好きすぎる。で
2つ目はコーヒーちょっとだけ飲めるようになった。大きく分けると2つですね。はい。そんな感じで、今日はですね、20分コース、20分ポッドキャストを目指しているので、ちょっと喋っていきたいなと思います。はい。なんか最近1時間ポッドキャスト流行ってるじゃないですか。いや、本当にすごいと思います。1時間ずっと喋ってる人すごいなって思うし、1時間日本語を勉強したいって思って、1時間日本語のポッドキャストを聞いて、勉強してるっていう人もどっちもね本当にすごいなって思って、はい。で私もちょっと今度やってみたいなって思うんですけど、どうですか皆さんは1時間ポッドキャストを聞きたいですか？もし聞きたいよっていう方いたら私のモチベーションになりますので、ぜひぜひコメントお願いします。はい、お願いしますはい。で、そうやっと本題に入るんですよ。このね、なんか10分過ぎてから本題に入る動画ってなんやねんって思うんですけど、まあポッドキャストなんでいいですよね。ゆるくラジオ的な感じで聞いてくれたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、じゃあ水好きすぎるっていうことについて話しますはいね。でもちょっといつもあんまり私そんなに自分に自信なくて結構ネガティブなんですけど、さっきいい部分発見して、この水好きすぎるだけで割と話せるなみたいな、すごい小さいトピックでも結構話せるなっていうそれはいいところなんじゃないかなと思います。まあ人によってはね、そんな細かいことでずっと話してもつまらんっていう人もいると思うんですけど、はいね、ポッドキャストとしてはいいんじゃないかなと思って話してみようと思います。はい。で、今ですね、私の一番好きな飲み物って聞かれたら水って答えるんですよ。水以外だったら牛乳とか、抹茶ラテとかレモンティーとか、アールグレイティーとかカフェオレとかで、まあそれ以外にも全然ねあるんですけど、水を選んでいいなら水です。はい、絶対にそう答えますね。で、じゃあなんでこんなことになった、まあ、別にいいことだと思うんですけど、なんでこうなったかなって考えてたら、ですね、子供の時は全然お茶もっと飲んでたんですよ。なんか麦茶とか緑茶とかお茶もよく実家にあったので飲んでたんですけど、いつだったかな、なんか中学生だか高校生だかくらいですねの時に、なんかちょっとダイエットしたいなみたいな、別に今とそんなに体重変わってなかったんですけど、学生の時あるあるで痩せたい、ダイエットしたいってなったんですよ。でその時に調べたのが、なんか1日水2リットル飲むといいみたいな、なんか水2リットル飲むとその体の中でよく水分が入れ替わって、でまあ健康にもいいし痩せやすいです、ダイエットにもいいですみたいなね。まあもちろん0キロカロリーなんでそれもいいしみたいな、はいっていうのを見てから、よしじゃあこの2リットルペットボトル水1本毎日飲むぞ決めて、で飲むようにしてたんですよ。でそっからですね、なんかこの変に水が好きすぎる人間になってしまったのは、はいそうですね。そっからもう毎日水ばっか飲んでたら、やっぱなんかそう体にいいっていうだけあって、水がどんどん美味しく感じてきて、なんか他の飲み物を飲んだ後、お茶とかはまあ別にいいんですけど、ジュースとかそういうちょっと味がある飲み物を飲んだ後、絶対水が飲みたい、なんか口の中一旦リセットしたいみたいな、そういう感じに、ね、なっちゃったんですよ。はい。なのでだったらもう最初から水でいいじゃんみたいなはい、そんな感じでそっからずっと水が大好きになっちゃって、で基本的には水飲みます。もう家でご飯食べるときはだいたい水飲みます。そんな感じですね。はい。でこの前ちょっと面白い話があったんですけど、なんか自分で面白いとか言っちゃってね、ハードル上げちゃったんですけど今ね、はい。
はい、自分的に面白い話があって、そうこの間ね、ダンスのイベントがあったんですよ。そう、友達と12人ぐらいでずっと練習してきた、ダンスをステージの上で踊るっていうものがあって、でそれね踊って、そうすごい楽しくてね、そう踊って、でその後にみんなで打ち上げしたんですよ。まあ飲み会ですね。お疲れ様ですって言ってお酒飲んだりとか、まあ飲んでない人もいたかな。うん、一人ぐらい自転車で来て自転車で帰るって言ってた人がお酒飲んでなかったので、飲んでない人もいたんですけど、まあ基本的には飲み会ですね。はい。なんか今6時だよってチャイム鳴ってて、もし音入ってたらすいませんはい、気にせず話したいと思います。はい。そうで、一応私は行き電車で来て、で帰りパートナーがダンス見に来てくれてたので、そのまま車で家まで行ってあげるっていうので、じゃあちょっと飲もうかなみたいな感じだったんですよ。そうでも私めちゃめちゃお酒弱いんですよね。はい、悲しいぐらい弱いんですよ。なんかもうなんだろうな、お店とかだったらお酒一杯全然十分です。で家で飲む時も、缶チューハイ一缶飲んだらもうタコみたいに顔真っ赤になって、で結構息上がって、なんなら頭痛くなったり気持ち悪くなったり、そういうそういうお酒弱い人です。はい。なので酔ったとかあんまりわかんないですね。はい。酔う前にだいたい気持ち悪くなったり頭痛くなったりするので、本当に体質的にお酒が合ってないんだと思います。はい。本当に一杯ぐらいがちょうどいい。はい。で話戻るんですけど、その打ち上げで多分どうだろうな、3時間ぐらいいたんですよ。うん。でみんなもっといて、私途中で帰るって言って、そうお迎えあったので帰ったんですけど、それでも3時間ぐらいはいて、でじゃあまたねって言って、でその帰る時にお酒飲んだみたいな、いっぱい飲んだって誰かが聞いてくれたんですけど、その時にお酒は一杯飲みました。一杯じゃないですよ。たくさんの一杯じゃなくて、一杯飲みましたみたいな。で、そしたら、その人、質問してくれた人はめちゃめちゃお酒好きで、もうずっと飲んでた人だったんで、一杯どういうことみたいなすごいなんかびっくりしました。はい。で、でも、でも、実は4杯飲みましたって言って、私レモンサワー1杯と水3杯飲みましたみたいなで、それでもなんかまた、何言ってんだろうこの人みたいな。どういうことみたいな言われて、まあ説明したんですけど、お酒弱くてって言って。で、そう弱いっていうのもあるんですけど、レモンサワー1杯置きます。でその隣に水絶対置きます。で私の飲み方はレモンサワー一口飲みます。水3口ぐらい飲みます。でちょうどいいんですよ。で他の人がどうだろう、5杯とか6杯とか3時間で飲んでるところを、私はレモンサワー1杯とあと水3杯で3時間過ごしました。はいでそれで思ったんですけど、やっぱまあお酒が弱いっていうのもあるけど、とりあえず水が好きすぎるなって思ったんですよね。うん、それがもう本当に大きい。うん。なんでかっていうと、なんかお酒を、まあ、飲んで、でもその後水飲んで、美味しい、水美味しいってなるんですよね。そうね、なんなら最初なんだろう、じゃあ乾杯って言うんですけど、最初ね1杯目みんなで「お疲れ様でした乾杯」って言って、でみんなそのままお酒飲むんですけど、私はレモンサワー持ちました。一応持ってましたよ。レモンサワー持って乾杯で、なんか何も考えてなかったんですけど、なぜか乾杯レモンサワー置いて隣にあった水飲みました。まず最初にって思ったんですけど、いやー美味しい、ダンスいっぱい踊った後の水は美味しすぎるって思って、まあその後レモンサワー飲んだんですけど、
で交互に飲んで、いやー水美味しいってなって、気づいたら水は3杯飲んでました。はい、っていう感じです。っていうぐらい、何が言いたいかって、もう水が好きすぎるっていう体になっちゃったんですよ。はいそんなことあるっていうね。もし共感できる方いたらコメントください。水好きですっていう人いたらコメントください。で、そんなありえん、酒しか勝たんっていう人もコメントください。はいね、っていうぐらい水好きなんです。はい。私の飲み物ライフ一つ目、水についてでした。はい。結構もう20分ぐらいいってますね。まだでも話し終わってないんで、話していいですか？はい、お願いしますはい。で、2つ目はコーヒーちょっと好きになったっていうことです。はい。ですね、どんぐらいだったかな、本当に去年ぐらいまでコーヒー全然好きじゃなくて、苦手だったんですよ。嫌いというよりかは、コーヒー苦いしね、苦くて、残る感じ、苦いのが残る感じもちょっと苦手だし、カフェオレとか牛乳入ってても、なんだろうな、苦くなくてもちょっとなんか多分カフェインに弱いかわかんないんですけど、たくさん飲むとちょっと気持ち悪くなるみたいな感じがあって、コーヒーは飲まないっていうスタイルだったんですけど、私単純人間なので、今のパートナーがコーヒー普通に好きでカフェオレよく飲んでるんですよ。でっていう理由が一つで、もう一つの理由が、最近なんだろうな、朝起きた時に眠すぎて、7時とかに起きるんですけど、眠すぎて本当に睡魔がやばいので、脳をなんとか起こしたいって思って、でブラックコーヒーはさすがに無理なんで、コーヒーと牛乳めっちゃ多いですけど7割ぐらい牛乳入れて、でカフェオレ作って眠気覚ましに飲むようにしてて、そしたらなんか1杯ぐらいだったら気持ち悪くならないし、脳もちょっと起きてちゃんと仕事できるし、でいいなみたいな。でそれをやってたらだんだんなんか、カフェオレなら好きかもみたいな、やっと慣れてきてなったんですよ。そうなので、もちろんブラックコーヒーは今でも飲めないんですけど、カフェオレだったら飲めます。ちょっとだけコーヒー飲めるようになりましたっていうね。それは全然そんな長い話じゃないんですけど、そうちょっと言いたかったなって思いました。はい。ね、コーヒー好きな人と嫌いな人と本当分かれますよね。これもどうですか？皆さんはコーヒー好きですか？好きじゃないですか？ブラックいけますか？カフェオレなら飲めますか？はい。いろいろ意見あるので、本当コメントで独り言かのように全然コメントたくさん書いてください。はい。まだね、そんなにめちゃめちゃコメント多いわけじゃないんで、私全部返信してますんではい、ぜひ話しましょう。はい。全然コメント多くなっても私の時間が許す限り返したいなと思ってるので、ぜひ皆さんコメントでもっと話しましょう。はい。日本語でもいいですし、まだそんなに日本語わかんないよっていう人は英語でもいいですし、頑張りますんで、はい、どっちでも大丈夫です。はい。そんな感じですかね。はい。なので今日話したかったことをまとめると、YouTube もうちょっと頑張って収益化したいですよ。皆さんとね、もっといい動画作って、あとライブ配信とかもしたいし、ね、その時のなんか食べ物とか、そのために収益化したいですよっていう話、そしてあといい洋服買いました、安い服買いましたっていう話、最後に私の飲み物ライフについての話っていう3つぐらいでしたかね。多分ですけど、いつもの私だったら全部3つ動画分けて、で5分10分10分みたいな短い動画出してたんですけど、今回ね、ちょっと長い動画見たいですって言ってくださった方がいたので、雑談とかも全部ちょっとガチャンコしてまとめて話してみました。はい。あともう一個皆さんに聞きたかったんですけど、皆さんポッドキャストこれ YouTube で見るときってどういう時に見てますか？寝る前ですか？なんか散歩してる時ですか？ドライブしてる時ですか？料理してる時ですか？
なんかもしよかったら教えてくださいね。なんかそれに合わせて寝る前だったらちょっと落ち着いたトーンの方がいいのかなとかね。あとは料理中ドライブ中とかだったらなんかテンション上げるために普通にもうちょっといつものスイッチオンでいやーって元気に話した方がいいかなとかいろいろありますんで、もしよかったら教えてください。はい、という感じで、どうでしょうか。長い動画が好きな皆さん、これぐらいは長いに入りますでしょうか。はい、もしもっと長いのがいいっていう方いらっしゃいましたら1時間挑戦しますんで全然言ってくださいね。はい、であとは短いのも全然好きだよっていう方いましたら、これからも短いのもちょこちょこ出そうかなと思いますので、それはそれで教えてください。本当にね、皆さんのコメントを見て、こういう動画しようかなっていつも考えてるので、すごくありがたいです。はい、じゃあよろしくお願いします。そんな感じで、今日も終わりたいと思います。はい、じゃあ最後にいつも通りですが、オンラインレッスン、日本語のオンラインレッスンは、プレプリと愛登記でやっていて、まだまだ新しい生徒募集しておりますので、どんどん聞いてください。はい、それじゃあ皆さん、今日はちょっと長い動画になりましたが、最後まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。本当にね、最後まで見てくださる方、マジで優しいと思います。いつもありがとうございます。それじゃあ皆さん、また次回お会いしましょう。またねー。See you later!